ホーチミン着きました。荷物すぐ来た。ハノイの時は荷物がもう1時間ぐらい来なくて荷物なくなったって思ったけど、今回はすぐ来た今回は国内線でハノイからホーチミンに来たから、荷物検査とかそういうのも結構緩めな感じだった。だから早かったのかな。もうすぐ出れるって感じだ。ハーベスティー花だよということで、ベトナムのホーチミンにやってまいりました。ハノイからホーチミンに来たんだけど、聞いてた通り雰囲気が全然違くてびっくりしたの。ハノイの友達はハノイが京都でベトナムが東京って表現してたけど、本当にその通りで、車で移動してたら都会の雰囲気をすごく感じた。ホテル着いたんだけど、すっごいいい匂いする。何のやつなんだろう。ウェルカムドリンク来た。いろいろ書いてすでにかわいい。なんかいるかわいい。待って、めっちゃかわいいんだけど、見て。いやーねえ、すごいかわいい。電気つけるか。見てください、このホテル最高じゃない？もう壁がすごい綺麗な色してるし、全体的に家具がベトナムのちょっと伝統的な雰囲気を感じさせるような作りになってて、もう見どころこれ見てください。お風呂が外にあるんです。すっごい広いの。しかもジャグジーだし、天井も高いし、泡風呂とかもできるみたいな感じ。これが全ての部屋についてるらしくて、セレブ気分を味わえるのでおすすめです、本当に。コップとかさ、一つ一つがさ、全部可愛い。ここでさ、これ動線どうすればいい？ここでシャワーを浴びて、脱衣所とかがないから、ここでやってこうやってお風呂に行けばいいの。ここにさ、ドライマンゴーとかいろいろ置いてあって、コーヒーマシンもあるよ。なんかすごいね。これね、やばー。待って、これ写真撮りたいな。ちょっと待って、縦半分だよね。合ってるといいな。すごくうお、こういうことだよね。あれもうちょっとやった方がよかった。できた。すごいかわいい。そして中のここの部分、このつぶつぶの部分をすくって食べてください。なんかホテルで食べた時はあんま味がしなかったんだけど、どうなんだこれ。いただきます。あんまり味しない。意外と止まんないこれさ、見た目がすごい派手でさ、やばい味しそうじゃん。だけど食べたら意外とそうでもいいんだよな。これはロンガンっていうんだって。皮を剥きますと、はい、確かにライチみたいなやつ出てきた。結構パカッと剥けるんだね。はい、この白いやつ食べてみます。ライチの味がします。これ道にあっても絶対わかんないよね冷蔵庫のお水がさ、瓶ありがたいです。なんか高級なもの飲んでるみたいな感じだけど、水です。ただの。私いつもホテル泊まるとき、安いホテルでいいなって思っちゃうタイプなんだけど、今回はベトナム初めてでわからないし、お疲れ自分ってことで、お値段はあまり気にせず、私が泊まりたいなって思ったところに泊まってきてるんだけど、こういうさ、ちっちゃいところでそのいいホテルの良さが、ね、出てくるよね。水は美味しい、やっぱり今もここの部屋からバイクとかってる音がすごい聞こえる。しかもさ、みんな躊躇がないの。今ホテルから出てきて外に出てみたんだけど、ホテルの目の前、ここにもセブンイレブンがあったし、目の前の見えるかな、ここにセブンイレブンがあるの。私ハノイでセブンイレブン見なかったんだけど、でここはもう昨日と打って変わって、バイクは相変わらずたくさんいるけど、全然雰囲気が違う。めちゃめちゃ都会だなって思った。ベトナムの首都はハノイだけど、ホーチミンの方が栄えてるっていう感じ。騒がしい雰囲気も大好きだし、都会的なところでショッピングするのもどっちも好きだから、どっちも行こうかなと思って撮ってみたんだけど、見て、もう交通量だけはやっぱベトナムだなっていう感じ。なんか水が
夜のベトナムホーチミンはもうやっぱりめちゃめちゃ栄えてて、結構観光客の方も多くいたし、ちょっと西洋の雰囲気が混じってる建物も多くて、やっぱ歩いてるだけですごい楽しいんだよね。さすがに雰囲気違いすぎてやばい、びっくりで。見てこれ、ちょっと待って、もうずっとビビってんだけど。まずね、渋谷ですかっていう感じです。すごいいろんなところに広告がねたくさんある。これ部屋ちょっとよくわかんないけど、とにかくビルがたくさんあって人もいて、ハノイはなんかコンビニがあんまなくて、私がいたところだけかもしれないけどサークル系しかなかったの。これね、見渡す限りいろんなところに広告があるのと、真ん中に謎の広場みたいなやつがあって、ここがみんなの憩いの場になってるのもすごい仲良かった。ビルや夜の景色は日本と似てるのに、バイクがたくさんあって空間がすごく混沌としてて、日常から切り離された気分になったの。なんかもう今ならどこでも行けそうって気分になるぐらい。日本でバイクに乗る機会なんて全然ないけど、ここに来てバイクを乗って夜景見てたらすごい開放的な気分になって、いろいろ考えちゃった。ということで夜ご飯を食べに来ました。私はもう絶対この旅行では地元のレストランでご飯食べると決めてたから、今回も安定にストリートフードをいただきたいと思います。お金を数えてるんだけど、もうマフィアみたいな結構怪しい感じになってるけど、日本のお金の制度とベトナムのお金の制度が違いすぎて、全部お札だからすごいお金持ちみたいになってるけど、意外とそこまでないっていうね。到着いたしました。見てください、これはコムタムっていう料理で、ホーチミンの名物。砕けたお米を使ってて、そこに焼いた豚肉とか目玉焼きとか全部乗せて甘じょっぱいタレにつけて食べるもの。私ベトナム料理好きなのにこの存在を知らなくて、今回初めて食べてみたんだけど、もう想像の100倍ぐらい美味しかったから、絶対にこの店に行ってほしい。なんか別のところでもコムタム食べてみたんだけど、ここの店が一番美味しかった。東南アジアの料理って日本と違って結構癖の強いものが多かったりするけど、これは味が結構甘辛いから日本の焼肉丼とかそういう感じのに似てると思う。大根の酢漬けが下の方にあって、それも相まってめっちゃ美味しい。全然切れないんだけど、なんで新しい一日の風味、ちょっと見たことないかもです。食後のデザートはプリンにした。実はベトナムでもプリンって人気なの。ハノイで食べた時本当に美味しくてハマっちゃった。今回も食べに来ちゃった。さっきバイクでもうグラブ、もう本当に私バイクが大好き。ホーチミンはもう全く違くて、もう全然私違う国に来たかなって思ったくらい全然違かった。毎回思うんだけど、値段がさすごい安いのにもう3人前みたいな量が来るの。あれ全部食べれないよって毎回思うんだけど、毎回頑張って食べてるから本当にはち切れそうなのねだけどデザートも食べたくて買っちゃいました。プリンとかゼリーとかが売ってるデザートのお店に行ってきた。ハノイでプリン食べた時もう本当に美味しすぎて、絶対食べようと思ったの。でこういうカップに入ってるんだみたいな。しかもこれ1個ねマジ60円とかだから、3個買っちゃいました。ココナッツのさあれが入ってる、クランチのやつが入ってる。嬉しい。ちょっとコーヒーっぽい匂いもする。いただきます。これやばいよマジで、みんな食べた方がいい。なんか濃縮されてる濃い感じがあって、若干ビターで古くからあるプリンって感じ。もう12時だけどちょっと休みますおはよう。今日アラームつけるの忘れちゃって、やばい11時くらいかもと思ったけど全然9時だった。今から準備する。昨日寝る前に YouTube 見てたんだけど、この形状のまま残っててさ、何みたいな感じ。ちょっと危ないので置いておきます。
着替え終わった。今日はこういう感じ。昨日はラフだったからちょっと今日はフェミニンな感じにしました。で服はねこんなかったやつ。これ布団汚いのバレるよね。見えてるこれ。あ、見えてるわ。ホチミンには古着屋がたくさんあってすごい可愛かったから古着屋さんに行きたいのといろいろ巡ります。ちょっと肌寒いかなと思って長袖持ってきてたんだけど、もう絶対着なくていいぐらいすごい暑くて、気温見たら30度だったの。もう真夏日でタンクトップでも暑いぐらいだった。本屋さんに寄ったら日本でもなかなか見つからないソニーエンジェルがたくさん売られてたからもう買っちゃった。ここはすごい有名な観光スポットで、古いアパートの中にカフェやショップがギュッと詰まってる場所。本当はコーヒー頼もうと思ったんだけどカフェラテがないらしくて、ちょっと苦いの私苦手かもしれないからこっちにしました。パセリ、さっきここのビルの下にある本屋さんでこれを買ったので開封します。友達が地方に行った時に売ってるの見たって言ってたけど私は見たことなかった。ちょっと初めて見たから開けてみる。日本語書いてあるわ。また見つけたら欲しくなっちゃう。もはやもう当日に予定を決めています。今こうやって探しながら飲みながらっていう感じ。でもこういうゆっくりした旅もまあいいよね。着いたこのお店、これ友達におすすめしてもらったんだけど、ここがなんかアクセサリーがすごい可愛いらしいから来たんだけど、結構路地なんかね、この可愛い街いる。この辺りはさっきここバイクで通ったんだけど、なんか可愛いお店がたくさんあったから、ここら辺から中心街にまた歩くような感じでいろいろお店見ていこうかなって感じ。絶対欲しいのある。ここはヴィンテージのアクセサリーがたくさん売ってるお店なんだけど、ホーチミンで行ったお店の中でもベスト3に入るぐらい本当に良かったから絶対行ってほしい。もうね、見てるだけで楽しいの。お宝がたくさんある感じで、その中から自分の好きなものを見つけるのがすごい楽しかった。何よりお店の雰囲気が本当に素敵で、ゆっくり時間が流れてる感じも良かった。リングが1つ300円200円とかなんかそんな感じで、4つで1000円ですみたいな感じなのに全部めっちゃ可愛いみたいな。最高すぎる。すごい平和。しかも街並みがすごい素敵で、歩いてるだけで楽しいし、鳥の音が結構聞こえるんだけどそれもいい。もうね、建物が全部綺麗なの。本当に素敵。もう歩いてるだけで楽しいってこういうこと。が起こったんだけど、今さやばいところに降ろされちゃったんだけど、バイクでタクシーを予約して来たんだけど全然違くて、道がねまず反対側に行ってて、全然違う道行ってるんだけど、私やばいところで降ろされるんじゃないかと思ってて、今フォーが食べたくてフォーのお店探して歩いてたの。そしたら見て、やばい怖いんだけど、ちょっとこれ遊園地来た。人乗ってる俺。ジェットコースター2人しか乗ってないんだけど、待って、なんかさっきからさ、この AirPods から謎の音が聞こえるの。絶対に誰かの AirPods の曲、誰かの曲が流れてる。怖い。これどうやって設定止めればいいの。めっちゃいい感じの店来た。一応ここミシュラン取ってるらしいんだけど、もはや地元の人しかいないみたいな。ランダムな店に入るのがすごい好きで、この店も今さっき調べて、そしたらミシュラン掲載って書いてあったから来たんだけど、ベトナムの箸毎回こんな長いんだよ。やばい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 。
今回の旅で何回目のフォーだろうという感じなんだけど、やっぱり毎回美味しいのよ。東京でこんなことできないから、もう思う存分フォーを食べてます。あとここは場所が開放的で、それも良かったかも。やばい絶対雨降るよ。うますぎるマジで。フォーって本当に大好き。やばい。この古着屋さんが私の求めてる全てがありました。こういうちょっと柄がユニークな古着屋さんが好きなんだけど、もう全部可愛かった。しかもレディースもたくさんあって、マルジェラのタビが売ってて、それをね買うか迷って結局やめたんだけど、マジで買えばよかったって後悔してる。みんな行ってみてよかったら。ちょっと喉乾いたからカフェに来た。めちゃくちゃ美味しい。カフェでめちゃめちゃ休憩して今動き出したんだけど、ここにペンタイン市場っていうのがあるので、これがすごい有名。多分毎日6食ぐらい食べてるから、今日はちょっと軽めがいいな。スイーツ食べに来た。もうご飯じゃなくてスイーツ食べることにしました。プリンとジャックフルーツとボバが入ってるやつにした。これはマジで私が今回の旅で一番美味しかったデザート。ココナッツミルクがベースのチェーで、ここにあるタピオカが今まで食べたことないぐらいもちもちで、あまりに美味しすぎて一口食べた瞬間にテイクアウトを注文したぐらい本当に良かった。メニューにはたくさんいろんな味があるから、自分の好きなフルーツを合わせるのもいいと思う。私はもうこの旅でジャックフルーツに大ハマりしたから、絶対これが食べたかったの。帰ってきたよ。ねえ見て、布団がツインからダブルになりました。おもてなし精神がね、このホテルすごいんだよね。今日はね歩いたよ。2万歩ぐらい歩いたと思う。今日歩きすぎた。今日さ、観光地を回らずご飯とかただそれだけ、あとめちゃくちゃ歩いて8時ぐらいに帰宅しようかなって思ってたんだけど、やっぱこれも行きたい、やっぱこれも行きたいっていろいろ追加してったら、もう10時。2つはちょっと冷やしておく。もうね美味しすぎた。これこの前にはホテルの近くにあって、なんかレビューが良かったから行ったんだけど、ハノイと比べてめっちゃ高かった。でまあバインミーは大体美味しいでしょう。うわ美味しそう。うわおはよう。今外出た。結構涼しい格好してきたんだけど、それでも暑い。でもちょうどいいかもしれない。今から朝ごはんを食べに行くよ。もうフォー食べ尽くしたから、今日はフォーじゃなくて違うやつ。なんか調べたらワンタン麺みたいな感じだった。今朝ごはんを食べに行きました。The camera is so good. Yeah. My name is Amy, and today I'm gonna show Hannah around Ho Chi Minh cities. It's really hot right now. I hope she's have fun. I think this is the pastry. Usually in Vietnam they do it. スコーンだと思ったらお肉が入ってるらしい。 This is fish and chicken, and I think this is rice noodle. This is ramen. Ramen. It tastes so good. You like it? いただきます。なんか甘い。麺の種類が2つあったんだけど、ラーメンの方がちょっと甘かったの。それがすごい美味しかった。結構初めて食べる味だった。魚風味だからあんまりこってりしてなくて、朝にすごいちょうどよかった。カ
フェにやってきたんだけど、ここのカフェがすごく素敵だったの。見て、緑がたくさんあって、こんな天気のいい日は絶対にテラスで食べた方がいい。ホーチミンにはこういう自然がたくさんあるカフェが多くて、それがすごいいいなと思った。あとスペースも広くて結構落ち着くの。ピスタチオのクロワッサンみたいな。ここの場所は韓国の人が結構いるらしい。Tired. And A lot of people. is like a Tokyo and Hanoi, maybe I see. Kyoto. It's from Honey Hill. Everything is Everything is local brand. ローカルブランドがめちゃめちゃたくさんある。Oh my god, you're so tall. You look like boyfriend. 彼女が言ってたんだけど、ベトナムの若者は地元のブランドを着ることが多いんだって。生地もしっかりしてて、こんな感じでデザイン性もあって、かつめっちゃ安いのびっくりした。海外ブランドで買うより3割ぐらいは安い。この全体的なムードは韓国っぽくて、この馬びっくりしました。めっちゃリアルじゃない？近くで見てもリアルで、どうやって動いてんのみたいな感じなんだけど、こういう感じでちょっとフォトジェニックなところもあったりするのでおすすめです。今からこれを食べます。こちらベトナム人気料理のバインセオです。これはベトナム版お好み焼きとも言われていて、ホーチミンの名物って感じ。米粉の生地にエビとか豚肉とかもやしがたっぷりと入ってて、パリッと仕上げた料理で野菜を包んで食べるんだけど、もうなんかタコスみたいな感じで食べてるじゃん。もうこれが最高なの。このレストランは1945年創業でミシュランも取ってるくらいすごく有名なお店でした。見た目は結構こってりしてそうだけど、米粉ベースの生地だから軽く食べれて、もう中に入ってるのがもやしとかで野菜で包んで食べるから水分多めだから本当に軽く食べれる。このかき氷もとっても美味しかった。なんかベトナムは全てのマンゴーがすっごく新鮮でいい感じに熟されてるものばかりだから、どこの店行ってもあんまり外れない。今フォーのお店を探して歩いてたんだけど、見て、めちゃくちゃ日本語なの。サイゴンを虜にする夜だけの話だけど、フォーか。そう、このお店の有名らしい。とりあえず一番人気のこのチキンのフォーにした。もうさ、毎日チキンフォー食べ過ぎてもう新しい味にチャレンジすればよかったってちょっと今後悔してるんですけど、フォーはいつでも食べたいから食べることにする。来ました。一番人気のチキンのフォーみたいなやつと、いつも通りのこの葉っぱとライムと、何？ピクルス？ここがなんかこの横がシャコみたいな感じで、結構うるさいかもしれないからマイクをつけた。なんかイロハスみたい。今私がいるところはすごいもう一番人気のもう観光客がたくさんいる場所だから、割と安めのローカルっぽいお店を見つけるの難しいんだけど、私の友達もおすすめしてたから多分いい感じの場所なんだと思います。ちょっとカメラをこうしよう。蝶の橋かわいい。眺め。はい、いただきます。猫ちゃんとワンちゃんがいろんなところにいるんだよね。美味しそう。うまい。多分もし日本に旅行とかだったらさ、ラーメンとか毎日食べたいじゃん。でも日本のラーメンってカロリーやばいじゃん。けどフォーはカロリーあんまり高くないっていうか、割と麺もさヘルシーな感じだから、あんまり罪悪感ないからね、毎日パク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 食べてます。みんなこれ絶対やった方がいい。私が毎回気になってるのはこの葉っぱ。私一人なのにこのありえない量を毎回出されるのね。毎回これが無料で出されるから、そこに関しては驚きはなくなったんだけど、これさ使い回してるのかなっていう。多分そうだよね。なんかちょっと衛生面洗ってるとは思うけど若干気になるっていうのはあるけど、もうちょっと慣れた。マンゴーのビンスっていうかき氷、あれがね、新大久保で食べたやつが本当にキュウリみたいな味がして最悪だったんだけどここで食べたやつはもうめちゃくちゃ美味しかった。フルーツ系は絶対ベトナムで食べた方がいい。まさかの24時間営業、やばくない？昨日ね、バインミーを食べたの。だけどなんかホテルの近くの謎のバインミー屋さん、バインミー屋さんでもないの、なんかレストランみたいな。ハノイで食べたバインミーが美味しすぎたからっていうのはあるかもしれないけど、全然あんまだったのね。
マジ猫ちゃんがちょっと怖くない？あ、行っちゃった。私の景色見て。謎の黄色いビルで、ここがめちゃくちゃ混んでるとこな。でもなんかあんま人いなくて、なんかね、外で食べるの本当に気分いいんだよね。中心街あたりだとこういう開放的なお店って意外とないじゃない？私テラスのお店大好きだから、野外で食べたい、いろんなものを。ホーチミン4日目もまたまた素敵なカフェにやってまいりました。こうやって開放的な空間を作れる場所がもう東京には物理的になくて本当に羨ましいなっていう感じ。私たちの席の横でベトナムの伝統的な衣装を着て撮影してる方とかもいて、今回の旅ではベトナムの衣装とか着なかったんだけどちょっと着てみたいなって思っちゃった。シルバニアの人形をくれたんだけどさ、私これ日本なのに見たことがなくて、もうなんかどういうことっていう。ベトナムで日本のこういう可愛い雑貨がたくさんあるんだよね。ちょっと面白いよね。これバインチャンチョンっていうベトナムのスナックなんだけど、これが本当に美味しくてみんなぜひ食べてください。なんか日本で食べようと思って高田馬場までわざわざ行って探したのに全然見つからなかったから、もしこれを見つけた人がいたらぜひ教えてください。お願いいたします。探してます。ホテルに帰ってきました。ここにいろいろあるんだけど買ってきた。5時間ぐらいここに引きこもろうかなって。もう何も動きたくない。もう疲れちゃった。もし体力があったら夜になんか屋台みたいな、多分近くにそういう夜栄えてるところがあると思うから、そこに行こうかなって感じだけど、今はちょっとご飯を食べてぐっすりと眠ります。ご飯ですね。なんかご飯はさ、意外と日本と似てんだよね。日本よりも水分量が多い気がする。これは一度食べたことあるんですけれども、その時に食べたやつがめちゃめちゃ美味しかったから食べることにした。でもさ、これさ、どうやって食べればいいの？私間違えてるわ。やばい、ミスった。これご飯中にあったわ。これがね、すごい安かったのだから、ご飯を追加するもんだと思って私間違えて追加でご飯やってたけど、これいらないわ。この中にご飯あったわ。さつまいも揚げみたいなやつ。いただきます。待ってよ。めっちゃ美味しい。ごまがついてるから美味しい。もう手で食べちゃうね。さっきマンゴーをね頼んだの。やばすぎこれ。はい、食べます。危ない。いただきます。やばい。めちゃめちゃ美味しい。動画見返してみたら、これがもう家の私すぎてびっくりしました。これをカメラの前でやってたんだっていうね。でもこの時間が一番楽しいの。ホテルでゆっくりした後はお洋服を見に外に出てきたよ。ここのお店はこの前も行ったところの別の店舗なんだけど、やっぱ可愛いトレンディーなベトナムのお洋服がたくさんあってすごい良かった。あとは街をブラブラ見てた。この時クリスマス前だったから結構街全体がクリスマスの雰囲気あった。これ飲みながらこういう景色を見るのがすごい面白い。アイス、シャーベットって感じ。このコングカフェっていうカフェがベトナムの中でもすごく人気のカフェらしくて、このココナッツコーヒーを飲んだんだけど、もう衝撃を受けた。これなんかすごい無表情で飲んでますけど、めちゃくちゃ美味しいから絶対飲んでほしい。おはよう。あと3時間後にフライトが始まるんだけど、2時間前ぐらいに空港着いてればいいかなってことで、もうね、朝なんかどっか行こうかなと思ったんだけど、疲れすぎて昨日泥のように眠って、結局10時ぐらいに起きちゃったから、無理だと思って諦めた。昨日のコングカフェってところがすごい美味しかった。大丈夫なのかなこれ。この存在を全く持って忘れてた。ちょっと開けてみる。
うん、美味しい。でも多分出来たての方が美味しかった。なんか味薄くなって。めっちゃ美味しい。あと初めてこのパッケージ見た。まだ結構ベトナムモードで香港のことあんまり調べきれてないんだけどこの新幹線とかで調べる。でも新幹線の乗り方とか忘れちゃったんだけど、今から自分の動画をもう一回見るかも。ということでホーチミン一人旅終了です。みんな楽しんでくれたかな。たくさん食べていろいろ見て、もういろんなことをみんなに紹介できたかなって思う。ハノイとホーチミン含めてベトナム初めて行ったんだけど、もう新しいことばかりでご飯もすごく美味しくて、とっても楽しい旅になりました。食当たりも一切しなかったみんなも楽しんでくれたらいいな。次は香港の旅で会いましょう。次のブログも絶対チェックしてね最後まで見てくれてありがとう。ハンナでした。バイバイ。